伝説と化したニュータイプ、アムロレイの歴史。アムロレイは、アニメ、機動戦士ガンダム及び、ガンダムの宇宙世紀シリーズに登場する人物です。ガンダムシリーズ初めての主人公として登場し、後世に凄まじい影響を残しました。機動戦士ガンダムでは、主にガンダムに登場。機動戦士ゼータガンダムではリゲ、そして、機動戦士ガンダム、逆襲のシャアでは、リガズイとニューガンダムに登場して戦いを繰り広げています。そんなアムロは、宇宙世紀の歴史に数々の伝説を打ち立てたものの、不憫な生活を強いられてきた人物でもあります。今回は、そんなアムロレイについて解説させていただきます。なお、本動画は、前回の動画のコメントを含め、再調査したバージョン 1.5 版となります。コメントしてくださった皆様、いつも本当にありがとうございます。それでは始めましょう。アムロ、行きまーす。宇宙世紀0064、アムロは、父である、テムレイと、母のカマリア・レイのもと、地球で生まれた人物とされています。なお、一年戦争は、0079に起きた出来事で、この時アムロは15歳とされているので、逆算すると0064生まれというのが正しいはずですが、書籍、データガンダムキャラクター列伝1では、0063生まれと記載されているので、誕生日は諸説あるようです。また、出身地に関しては、アニメ版は日本の山陰地方、劇場版では北米のプリンス・ルパート、ジオリジン版ではロサリトと言われています。ただ、2015年11月14日発行の日本海新聞による安彦義和氏インタビューでは、アムロは鳥取県生まれと言及されています。アムロは、ある時両親が離婚して、父のテムレイと共に宇宙へと移民したとされています。宇宙に移民してからは、連邦軍の技術者だったテムが家を留守にすることが多かったこともあり、アムロは機械をいじるのが好きな内向的な少年として育ちました。また、コロニーを転々とする生活を送っており、サイドセブンへ移民してからは、後にシリーズのみならず、サンライズのマスコットとなるハローを制作するなど、平和に暮らしていました。しかし、連邦軍がサイドセブンで開発を進めていた V 作戦のモビルスーツをジオン軍のシャアーズナブルに嗅ぎつけられたことで、アムロは戦火に巻き込まれていくことになります。すごい、5倍以上のエネルギーゲインがある。連邦軍の心臓戦艦ホワイトベースを追跡し、サイドセブン内に3機のザク2を偵察目的で侵入させたシャアでしたが、部下のジーンが功を焦って攻撃を始めたため、サイドセブン内は火の海となります。戦火の中で逃げ回っていたアムロは、たまたま起動準備中のガンダムと、ガンダムの操縦マニュアルを手に入れ、そのまま、ガンダムのコックピットに乗り込みました。そして、いきなりの実戦で、2機のザクを撃破します。なお、ガンダムをいきなり動かせた理由として、ガンダムの設計には、父のテムが関わっていたので、アムロは、コックピットに座っただけで、ガンダムの配線が全て分かったためとも言われています。その後は、連邦軍の正規兵がサイドセブンの戦闘でほとんど殉職したため、暫定的にガンダムのパイロットとして任命されました。当初、いやおうなしにガンダムで戦うアムロは、ガンダムの性能の高さもあって、パイロットとしては素人でありながら、歴戦の戦士であるシャア相手に互角に戦い続けました。こうして、ホワイトベースはなんとか地球へとたどり着きますが、連戦に次ぐ連戦で、アムロは心身ともに疲弊していきます。殴ったね。親父にもぶたれたことないのに。ブライトと幾度も衝突する中、アムロの反抗的な態度から、ついにブライトも、アムロ以外にもガンダムを操縦できるパイロットを選出しようと画策し、それを聞いたアムロは、ホワイトベースから脱走してしまいました。そして、放浪生活を送っていたアムロは、とあるレストランで、ジオンのランバガルとその内縁の妻、クラウレハモンに出会います。アムロはラルたちに気に入られ、アムロも、器量の大きい2人を強く意識しますが、敵として対峙することになります。僕は、あの人に勝ちたい。戦場で見知った顔と命を奪い合う中で、アムロは大切な仲間を守るという戦う理由を見つけますが、ホワイトベースに戻ったアムロは、ガンダムを勝手に持ち出して脱走した罰として軟禁生活を強いられます。そんな中、ラルの部隊が仕掛けてきたゲリラ戦によって、アムロの目の前でラルが爆死。ラルの死に様は、アムロに兵士の運命を深く刻み込みました。その後、ホワイトベースに特攻をかけたハモンや、
それを防いだ劉補正の死もあり、アムロの戦争に対する向き合い方も変わっていきます。その結果、自分本位な行動は少なくなり、仲間を気遣う姿も見られるようになりました。また、戦士として成長していく中で、アムロのニュータイプ能力も覚醒していきます。ジオンのジャブロー攻略戦の頃には、かつては圧倒されていたシャアにも優位に立ち回れるほどに成長していました。そのため、アムロはニュータイプと考えられるようになり、アムロのために、アレックスのような新型機が開発されていくことになります。ガンダムの操縦系が、僕のスピードについてこれないんだ。ジャブローで、連邦軍の正規兵となったアムロは、宇宙に上がった後も、コンスコン機動艦隊との交戦では、9機のリックドムを3分で撃破し、後に、連邦の白い悪魔として恐れられる活躍を見せます。なお、アムロの急速な成長に対して、逆に、ガンダムの反応がついていけなくなったので、ガンダムは、ソロモンでマグネットコーティングを受けています。こうした活躍の裏で、アムロは、サイド6にて、ニュータイプの少女、ララースンと出会いました。戦場で出会ってしまった際には、ララーとニュータイプ能力で心を交わしますが、シャアへとどめを刺そうとした瞬間、シャアをかばったララーを誤って殺してしまいました。こうして、アムロとシャアは、心に消せない傷を負うことになります。そして、心の傷を癒す間もないまま、アムロは、一年戦争の最終決戦であるアバワ空攻略戦へと向かいますが、そこへ追い打ちをかけるように、ジオン軍のソーラレイ攻撃によって、連邦軍は、艦隊半数を失ってしまいます。不穏な空気に包まれるホワイトベースでしたが、そんな中でも、アムロは、仲間たちを勇気づけるため嘘をつくなど、気遣いを見せていました。そして、先陣を切って戦場に出たアムロは、シャアが狩るジオングと交戦し、苛烈な戦いの末に、ジオングの胴体を破壊するも、ガンダムも、頭部と左腕を失います。まだだ！たかがメインカメラをやられただけだ！最終的に、アムロは、傷ついたガンダムとジオングを相打ちに持ち込みました。その後は要塞内部で、シャアと剣を用いた1対1の殺し合いを繰り広げますが、セイラの説得や要塞の爆発によって、決着はつきませんでした。その後、大破したガンダムの元にたどり着き、ガンダムのパーツをパージしてコアファイターにて脱出を図ります。さらに、ニュータイプ能力で仲間たちと交信し、ホワイトベース隊の脱出を援護。アムロ自身も、燃え盛るアッバオア空から、なんとか脱出に成功します。こうして、ジオンと連邦の間で終戦協定が結ばれたことで、一年戦争が終結しました。なお、この鬼神のごときアムロの活躍は、漫画機動戦士ガンダム攻防のアバオア空で、ジオン兵側の視点から描かれており、まさしく、死神がごとき恐ろしさがわかるようになっています。こうして完結したテレビ版機動戦士ガンダムですが、他の媒体では、異なる箇所が多く存在します。まず、小説版では、アムロは一般人ではなく、最初から連邦軍の士官候補生として登場します。年齢も19歳で自ら死亡して兵士になったため、甘えたことを言わず精神的にも成長しています。また、地球に降下するパートがないため、アムロたちペガサスクルーは、ガルマとの戦いの後、そのままテキサスコロニーでの交戦へと向かうことになります。そこでガンダムは大破し、アムロは、コアファイターで宇宙を漂流することになりました。そして、サイド6にて、ジオンのニュータイプであるクスコアルに救出され、連邦軍領事館を通して、ペガサスの仲間たちと再会します。その後は、G3 ガンダムへと機体を乗り換えたり、セイラと肉体関係を持つなど、アニメ版とは全く違う物語が展開されました。こうした様々な変更点のある小説版ですが、最大の違いがあります。それは、アムロは戦死するという点です。小説版のアムロは、アニメ版以上にニュータイプとして覚醒し、人の死に対しても、より敏感になっていたため、ソーラレイの攻撃で、多くの人の死を体感したことで、精神が不安定になってしまいます。その後、シャアが、真の敵はザビ家であり、アムロは敵ではないと考えて、部下で、ニュータイプのシャリアブルを通じて、アムロにコンタクトを図ろうとしますが、サイコミからの精神波で呼びかけたことで、アムロはさらに混乱してしまい、シャリアブルを撃墜します。そして、シャリアブルの死により、アムロは冷静さを取り戻しますが、時すでに遅く、シャアの部下、ルロイ・ミリアムに撃墜されることになりました。しかし、死によって飛び散ったアムロの精神が、
ペガサスのクルーやシャアの部隊に伝わり、協力してザビ家を討つことを促しました。このように小説版のアムロはアニメ版とは全く違う顛末をたどっています。本当の敵はザビ家ではないのか。次に安彦義和氏によるオリジン版では、大筋はアニメ版と同じなものの細部が異なっています。まずサイド7に移住してきた時期が本編開始から約2年前となっており、フラウやカイトはクラスメイトで顔なじみとなっています。またアムロはテムのパソコンを盗み見ることでガンダムの存在を認知しています。なおアニメ版準拠の時系列では、ガンダムは連邦軍が開発し、アナハイムエレクトロニクスは一年戦争終結後に台頭した企業とされていますが、オリジン版ではテムがアナハイムエレクトロニクスの技師となっています。またカイたちと騒動を起こした際にアムロだけ兵士からおめこぼしをもらうなど、自身が特別な立場にあることを実感する描写が描かれています。このように本作ではテレビ版では描かれなかった時系列にも触れられたことで、アムロの内向的な性格が形成されるまでが描かれています。さらにテレビ版ではセイラがガンダムで出撃してザクに露獲されそうになっていましたが、オリジン版ではアムロが狩るガンダムがザクに露獲されそうになるところをカイのガンキャノンが救出したり、ジャブローではジムに登場してシャアのズゴックと戦闘するなど、演出が異なる箇所が存在します。また映画ククルス・ドアンの島ではガンダムでジオン兵を仕方なく踏み潰すなど、戦争を通じてやらなければやられることを強く感じている様子が伺えます。他には冒険王コミック文庫に掲載された漫画版機動戦士ガンダムが存在します。こちらは原作とは真逆で喧嘩っ早い熱血キャラとなっています。ブライトに命令されてクソしょうがねえがと答えたギレンの演説に対して、アニメ版ではブライトがその問題点を指摘していましたが、本漫画ではアムロがモニターをぶっ壊して怒りに燃えていたりと、テレビ版を知っている人が見ると何かとシュールに見えるという、まさに伝説と化した作品となっています。こうして一年戦争で活躍した結果、アムロは英雄として語り継がれます。しかし小説版機動戦士ゼータガンダムによると、マスコミからニュータイプとして注目されてインタビューを受けますが、その体験談は大衆には理解されがたかったようです。さらにこれを受けて連邦軍はアムロがジオンズム大君の再来となることを危惧したため、北アメリカのシャイアンに屋敷を与え、連邦軍地球防空司令基地の士官候補生指導官にすることで監視下に置きました。こうして軟禁状態に近い生活とララーを殺してしまったことに対する罪悪感により、アムロは精神的に疲弊していくことになります。なおこの時期のアムロの印象についてエマシーンは、ひどく疲れているが夢を見続けており、宇宙に出られなくて悶々としている青年と評しています。そして宇宙世紀0087ジオン軍残党の掃討を目的とした特殊部隊ティターンズと反地球連邦組織エウーゴによる抗争グリプス戦役が繰り広げられる中、フラウボーと再会したアムロはフラウやかつ小林に葉っぱをかけられたことで、エウーゴと共闘する組織であるカラバへの参加を決意します。カラバへ合流する際には戦闘力のない輸送機をアッシマーにぶつけて撤退させるという活躍を見せました。そしてシャアと7年ぶりに再会し、戦場に戻ったアムロでしたが、当初はモビルスーツに乗って戦うことを避けており、また若いカミーユにガンダムを使わせる周囲の態度を当てつけだと感じていました。さらにララーに会うことを恐れ、宇宙に上がることを躊躇しているなど、かつての戦争で負ったトラウマが尾を引いていることが感じられます。しかしかつての自分を思わせるカミーユやベルトーチカイルマに刺激されたことで、シャアとカミーユが宇宙へ帰還する際にはリックリアスに登場して支援しました。ブランクがあるはずが敵機のランドセルだけを切り落とすなど、常人離れした操縦技術を見せつけます。また戦闘中にカミーユへ指示することも多く、後ろにも目をつけるんだとニュータイプらしい独特なアドバイスも送り、変わらないセンスの高さを見せつけていました。カミーユが宇宙に帰ってからは中破したリック・ディアスを地上用モビルスーツディジェ回収して戦いを繰り広げていきます。なおディジェは物合いですが、漫画機動戦士ゼータガンダムデイアフタートゥモロー開始伝のレポートによると、アムロへの心遣いとして当初ハヤトがガンダムタイプの外観に変更するよう要望していたことが明かされています。しかし
ジオン残党とカラバの協力体制を作りたかった回の差し金で、アムロがジオン系モビルスーツに乗るというプロパガンダのため、急遽、ジオンタイプのデザインへと変更されました。こうして、新たな愛機を手にしたアムロは、地上でカラバのエースとして戦っていきます。ティファーンズのキリマンジャロ基地攻略戦の際には、再び地球に降下したカミーユやシャアと共闘。作戦は成功しますが、この戦闘の中で、カミーユが、強化人間のフォルを救えず悲しむ姿を見て、かつてララーを失った自身の姿に重ねていました。その後も、ダカールでの戦闘では、連邦議会に向かうシャアを送り届けたり、宇宙へ帰還するシャアとカミーユを援護するなどの活躍を見せています。なお、この頃には、シャアとも表面的には打ち解けており、シャアから信頼を寄せられていました。地球のことは任せてほしい、シャア・アズナブル。テレビ版機動戦士ゼータガンダムでは、この先について描かれていませんが、劇場版機動戦士ゼータガンダム3 A New Translation 星の鼓動は愛では、戦争の終結を地球から見届けています。こうして完結したゼータガンダムの小説版は、機動戦士ガンダムの小説版のような大きな差異は見られず、代わりにアニメでは分かりづらかったアムロの心理がより深く描かれています。アムロはカミーユがフォルから離れるように忠告していましたが、一年戦争時のアムロはシャアがいなければララーのためにジオンに寝返るということまで考えており、カミーユが同じ道をたどらないかと心配していたことが明かされています。また同じ時系列を描いた作品として漫画機動戦士ゼータガンダムディファインが存在します。基本的な流れはテレビ版と変わりませんが、細部が異なっています。まず、本作では、若手パイロットの教官を務めています。昔の俺なら1分もかからなかったろうに、と発言しており、かつてのアムロの能力がどれだけ高かったのかがわかります。基地から脱走する際は、教え子を傷つけないよう、モビルスーツの戦闘能力を削ぐことに注力するシーンも見られました。また、愛機もディゼではなく、ゼロ式に登場しています。他には、機動戦士ガンダムの小説版の流れを組んでいるのか、セイラと再会した際には、肉体関係にある様子が示唆されています。また、ゲーム、UC エンゲージのキリマンジャロ戦では、アムロがリック・ディアスに登場、シャアがディゼに登場しており、小説版を感じられるようになっています。さらに、この時代のアムロの動向は、様々な媒体で描かれています。ガンダムセンチネルでは、グリプス戦役終盤に、アウド村の第18機構部隊の隊長として、ゼータプラスに登場していたと設定されています。また、短編映像、ガンダム、イボルブ9や、漫画、機動戦士ゼータガンダム、デイアフタートゥモロー、開始伝のレポートより、では、グリプス戦役、終結前後にて、アムロと共にゼータガンダムが描写されていることから、ゼータガンダム3号機のパイロットになっていると考えられそうです。ただし、イボルブでは、3号機のパイロットはアムロとは明言されておらず、ホワイトユニコーンがパイロットとされています。また、漫画、ピューリッツァー、アムロレイは極光の彼方へでは、かつての強さを取り戻したアムロを脅威と考えるティターンズが、アムロの排除に躍起になったため、アムロの動向が、カラバ内で重要機密として扱われるようになり、新型機の試験に参加することにも隠蔽工作が行われるようになったとされています。キッカが、ゼータガンダム3号機の担当者に話を聞いた際に、ホワイトユニコーンが本物のアムロなのか現場担当者ではわからないと言われているため、ホワイトユニコーンはどう考えてもアムロですが、断定はできないようになっています。グリプス戦役終結後、テレビ版では機動戦士ガンダムダブルゼータの物語へと進み、エウーゴとハマーン率いるネオジオンの戦いが繰り広げられていきますが、ブライトとハヤットの会話の中で、アムロは宇宙に上がったと言及されているのみで、アムロは登場しません。この理由については、ガンダムダブルゼータの企画当初はシャアと共に登場する予定だったものの、放送期間中に映画機動戦士ガンダム逆襲のシャアの制作が決定したため、2人の登場は見送られたとされています。ただし、小説版ではカラバのメンバーとして登場しており、シュツルムディアスを愛機としてジュドーたちガンダムチームと共闘しています。ジュドーたちが宇宙に帰る際には、時間を稼ぐため、短期でサイコガンダムマーク2に立ち向かうなどの活躍も見せていました。なお、当初ジュドーは、アムロのことを、つまらない大人と考えていましたが、別れる頃には、アムロの中に、宇宙のビジョンを見るようになっていました。また、アムロは、宇宙に戻るときは、
シャアと決着をつける時と語っており、逆襲のシャアにつながる伏線となっています。奴を仕留めなければ死にきれるもんじゃない。そして宇宙世紀0093機動戦士ガンダム逆襲のシャアでは、ブライトが司令を務める地球連邦軍の独立侵攻部隊ロンドベルのモビルスーツ隊隊長となり、シャアが率いるネオジオンの地球寒冷化作戦を阻止するため奔走します。この時アムロは29歳ということで落ち着いた性格となっており、チェーン兄やハサウェイノアに対して大人の男性らしく接する姿が見られます。また上司と部下の関係であったブライトとも戦友として良好な関係を築いており、軽口をはたける間柄となっていました。しかしララーの死に対するトラウマは消えてなかったようで、悪夢にうなされる場面も見られます。冒頭ではフィフスルナの地球への落下阻止のためリガズイで出撃しますが阻止できませんでした。なおアムロがリガズイに登場していた理由としては、小説版逆襲のシャアにて描かれており、ゼータガンダムや百式の配備を望んだものの、ガンダムタイプのモビルスーツを恐れた連邦軍の上層部によって封印されていたため、ゼータガンダムの量産型であるリガズイの開発に踏み切ったとされています。サザビーに苦戦を強いられたことから、月面のフォン・ブラウン工場で開発していたニューガンダムを強引に受領しました。その後、シャアによるアクシズ落下作戦の動きを察知したアムロたちは、シャアとの最後の戦いに挑みます。この戦闘で、アムロは、モビルスーツ戦に加えて、アクシズ内の白兵戦でも、罠や武器を巧みに使うなど、兵士として成長していたことを伺わせました。お互い武器を使い果たし、殴り合い空の先に、シャアの脱出ポッドを捕まえましたが、アクシズの分断された破片が地球に落下することを知ったアムロは、落下を阻止するべくアクシズに取り付き、ガンダムでアクシズを押し戻そうとします。バカな真似としか思えない行動でしたが、サイコフレームの共鳴現象により奇跡が起き、アクシズの軌道は変わって地球から離れていきます。しかし、この戦いで、アムロとシャアは行方不明となり、長きにわたった2人の物語が幕を閉じたのでした。ニューガンダムは伊達じゃない。こうして、シャアとアムロの最後の戦いとなった逆襲のシャアですが、本作は映画版の他に逆襲のシャア、ベルトーチカチルドレンと特魔版またはハイストリーマー版と呼ばれるものが存在します。まず、ベルトーチカチルドレンは富野監督が書いた逆襲のシャアの第1項が元となっており、現在では漫画版も存在します。劇場版との違いとしては、登場する機体がニューガンダムという機体名でありつつも、デザインは今でいうハイニューガンダムとなります。また、チェーンナギが登場せず、ベルトーチカイルマがアムロの恋人として登場し、アムロの子供を妊娠しています。僕にはベルトーチカとお腹の中の赤ちゃんがいる。これは絶対的な力だ。本作は劇場版以上にシャアのナイチンゲールがアムロを圧倒するシーンが多く、またベルトーチカのお腹の中にいる赤ちゃんをきっかけにサイコフレームの共振が起こるなど、アムロが父親となったことが物語の行方を大きく左右していきます。次に特魔版逆襲のシャアと機動戦士ガンダムハイストリーマーについてです。こちらは劇場版準拠の小説版であり、ニューガンダムの開発秘話など映画版の補完としての要素が強く、劇場版の前日談にあたる内容も含まれており、シャアがサザビーで、アムロはジェダに登場して開校するシーンが描かれています。ただし、こちらはモビルスーツとキャラデザインが劇場版とは異なるものとなっています。第2次ネオジオン構想の後、アムロは歴史の表舞台から姿を消したこともあり、宇宙世紀0105を描いた小説閃光のハサウェイでは登場しません。しかし映画版閃光のハサウェイではクシーガンダムに登場したハサウェイの脳裏に一瞬だけ登場しています。すでに存在しないはずの人物だからか白目になっているような姿で描かれています。一方で第2次ネオジオン構想以前を描いた外伝作品では数多く登場しています。まずガンダムダブルゼータの舞台となる0088から逆襲のシャアの舞台である0093までの間についてです。一つ目が漫画機動戦士対伝説巨神逆襲のギガンティス。0091を舞台にジオン残党が100メートル級のモビルスーツを開発しているという情報を聞きつけたアムロが木星圏を訪れ、ジュドーアーシタと協力して伝説巨神と戦うという物語となっています。伝説巨神を動かす鍵として取り込まれたミネバザビを救うため駆けつけたシャアとも共闘し、
救出したミネバをジュドーに託して、シャアとの決着をつけるため地球圏へと帰っていきました。2つ目は、漫画機動戦士ムーンガンダムです。こちらは、逆襲のシャアハイストリーマー版を聖地としており、随所に逆襲のシャアへつながる描写が見られます。0091を舞台として、ロンドベルに所属するアムロは、ティターンズ残党の掃討作戦やシャアの動向調査を行っています。ビッグリジェに登場して、サイコガンダムマーク4、ジードアーズと戦いを繰り広げたり、ユッタカーシムが狩るムーンガンダムと戦いを繰り広げる様子が描かれています。また、リガズイの完成形とされるリガズイードを設計していたり、構想段階のニューガンダムも描かれており、ガンダムが配備されない中で試行錯誤していた様子がわかります。また、戦ったムーンガンダムに搭載されているサイコプレートを参考に、ニューガンダムのフィンファンネルの着想を得たことも明かされています。さらに、ユッタにニュータイプの力の使い方をアドバイスしたり、モビルスーツパイロットとしての訓練をつけるなど、若者を導く立場として積極的に活動していました。他にも、ゲーム UC エンゲージでは、スイートウォーターの選挙に向かう前のシャアが現れ、サザビーでアムロのリックリジェを圧倒する様子が見られます。第2次ネオジオン構想の後は姿を消したものの、いくつかの作品でアムロを感じられるようになっています。まず、漫画、機動戦士ガンダム、ピューリッツァー、アムロレイは極光の彼方へは、アクシズショックから1年半後、かつてホワイトベースに乗り合わせた戦争孤児のキッカーが、世間には知られていない、英雄ではないアムロレイ像を執筆するため、関係者に取材を行う物語となっています。整備クルーに多くの注文するメカオタクとしてのアムロや、母親であるカマリア・レイからの証言など、よりアムロの人物像を知ることができる作品となっています。その他、アムロの活躍は後世に伝説になったことから、モビルスーツ開発にも影響を与えており、漫画機動戦士ガンダム F90 に登場するガンダム F91 号機には戦闘プログラムタイプ AR が搭載されました。これはアムロの戦闘パターンがモデルとなっていて、敵の動きを先読みするような動きが可能とされています。また、機動戦士クロスボーンガンダムスカルハートに登場する天草には、アムロが乗り捨てたコアファイターに残された戦闘データをコピーしたバイオ脳が搭載されています。他にも、アムロが存命だった頃から、その存在が戦場に与える影響は大きく、漫画機動戦士ゼータガンダムハーフでは、グリプス戦役時には、アムロの居場所を撹乱するため、3人の影武者が用意されていました。また、この設定はピューリッツァーでも登場しており、グリプス戦役時代に、ニュータイプとして再び目覚めたアムロが、いかに驚異的だったのかがわかるようになっています。このように伝説を残したアムロの活躍は宇宙世紀にとどまらず、ガンダムのパロディ作品にも多く登場します。まず、漫画機動戦士ガンダム3では、アムロは性的なことに興味津々で、煩悩まみれの少年として描かれており、その何とも間抜けな姿からは、原作の神経質さはかけらも見られません。また、トニー竹崎のガンダム漫画でもおバカキャラとして描かれており、年上の女性に興味津々な思春期真っ只中な少年として登場します。さらに、漫画シャアの日常では、アムロに似たレイというキャラクターとして登場し、シャアと同じアパートや墓場で生活するという、何とも言えない貧しい少年として登場しています。このように、パロディでは、かなり無茶な役回りをさせられることが多く、普段とは違うアムロの姿が見たい方は、これらの作品をぜひ一度ご覧になられてはいかがでしょうか。ニュータイプって言っても、僕は特別な人間じゃありませんよ。余談ですが、アムロは、その人気の高さから、ガンダムシリーズ全体で20機を超えるモビルスーツに登場していますが、スマートフォン用アプリ、スーパーロボット対戦 DD では、ガンダムにとどまらず、まさかのマジンガー Z にも登場しており、モビルスーツ以外のロボットも操縦できることを証明していたりします。ジークアクスでは歴史が変わり、登場していないアムロですが、アニメ版の設定では、ハロを制作したのがアムロとされているので、もしかしたら、マッチのハロは、実はアムロが制作したということもあるのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。